細い道があります。行ってみようかな。先に何があるんでしょうか。こういう場所を歩いていると忍者になったような気持ちになりますね。かっこいいですね。ドラマの中みたい。わおしゃれ。この道の駅はインテリアにとてもこだわっていますね。そし皆さんこんにちは、よしえです。今日は岡山県の矢掛町をお散歩します。矢掛町は田舎にあるのんびりとした町です。その小さな町に歴史的な大きな価値があります。一緒に見ていきましょう。それでは始めます。今、私は住宅街にいます。今日も天気がいいですね。気温は暑くもなく寒くもないです。ちょうどいいです。面白いマンホールを見つけました。柄がかわいい。今日は平日です。この時間はみんな学校や仕事に行っています。だから歩いている人がほとんどいないです。たまに車が通るくらいでとても静かです。鳥の声がしますね。この道をまっすぐ行くと観光ができるエリアに着きます。この町は昔宿場町でした。宿場町という言葉を聞いたことがありますか？昔の日本にはもちろん電車も車もありませんでした。だから人々は遠くへ行くとき何日もかけて歩いていました。その途中で休んだり泊まったりするための町が宿場町です。馬込や妻籠はとても外国人に人気の宿場町なので知っている人もいるかもしれませんね。横断歩道を渡りましょう。一つ昔の家で特徴的なのは屋根ですね。この屋根の上には瓦が並んでいます。昔から使われているような粘土の瓦は最近では少なくなってきました。立派な建物ですね。お店としてリノベーションされているみたいですね。使われなくなるともったいないので活用できるのはいいですね。ここに細い道があります。行ってみようかな。先に何があるんでしょうか。本当に狭い。肩の幅くらいしかないです。左の壁の白と黒のコントラストがいいですね。この独特の模様をナマコ壁というそうです。海の生き物のナマコに形が似ているからだそうです。やっと狭い道から出られそうです。建物の裏に出てきました。あんまりこういう大きなお屋敷の裏側は見たことがないです。ここは柵がないので落ちないように気をつけます。裏側の入り口がありますね。閉まっています。今は使われていないのかな？こういう場所を歩いていると忍者になったような気持ちになりますね。この石の橋、今も使われているんですかね。怖いな。踏んだら落ちてしまいそうです。
この道はいいですね。さっきの大きな道よりも秘密の道という感じがして好きです。左側に黒い木の壁が出てきましたね。この壁は黒く塗っているのではなくて、焼いて炭のようになっています。こうすることで燃えづらくなったり、カビが生えたりするのを防ぐことができます。触ると手や服が黒くなってしまうことがあります。観光地と逆方向なんですが、遠くに何か見えるんですよね。ちょっと近づいて見てみたいと思います。神社かお寺かな？鳥居が見えないのでお寺ですね。お寺の前に掲示板がありますね。何か2枚紙が貼られています。読んでみましょう。お経は阿弥陀様から私にいただくお手紙ですって書いていました。お経は仏様、ブッダの考えを書いたものですね。中には300年以上生きている松があるそうです。なぜか私はこの松を見ずに元の道に戻ってしまいました。急いでたのかな？皆さんは日本で観光をするとき、どういう場所を選びますか？モダンでテクノロジーを楽しめる場所とか、自然を楽しむとか、いろいろありますよね。こういう歴史的な場所を見るのが好きな人もいますか？私は結構海外で歴史的な場所を見るのが好きですね。何か張り紙があります。島津、池田、細川。有名な大名の名前をホテルの部屋の名前にしているんですね。面白い。歴史が好きな人はこの名字を聞いたことがあるかもしれません。さあ、それではまたメインの通りに戻ってきました。どっちに行こうかな。こっちに進んでいきましょう。道がとても広いですね。この道の幅は江戸時代からほぼ変わっていないそうです。江戸時代、今から400年ほど前の時代には、とても大変なルールがありました。それは毎年地方のリーダーたちが江戸、東京に行かなければならないというものでした。今の時代でいう出張のようなものですね。どんなに自分たちの住んでいる場所が江戸から遠くても毎年行かなければならなかったんですね。今なら新幹線とか飛行機があるから簡単ですが、昔は大変だったでしょうね。例えば九州から江戸はとても遠いですよね。そして海もあります。なので船を使ったり歩いたりしながら1ヶ月2ヶ月かけて江戸までたどり着きます。もちろん地方のリーダーは大切な存在なので、一人で出張することはできません。毎回何百人もの部下を連れて出張することになります。なのでこういう宿場町は何百人ものグループを一気に受け入れることになります。大変ですよね。
もちろんリーダーは歩かずにカゴに乗ったり馬に乗ったりしていたそうです。カフェがありました。メニューがとても良さそうですね。後でここで休憩しようと思います。先にどうしても行きたい場所があるので、そこに向かっています。これから行く場所は、その参勤交代で使われていた宿です。その宿が江戸時代の形を残したまま保存されているそうです。もう少し先なので歩いていきます。このショーウィンドウに何か入っています。レゴですね。レゴを飾っています。そういえば、サッカーのワールドカップが始まりましたね。皆さんはワールドカップを見ますか？実は私はサッカーにはあまり興味がないんです。なので、ワールドカップが始まるということもあまり知らなかったんですよ。でも連日テレビや新聞で見るので、そろそろかということに気づきました。そう、今年の開催国はメキシコ、アメリカ、カナダですね。皆さんの国はワールドカップに出ますか？そして応援している国はありますか？さっき興味ないって言ったんですけど、それでもやっぱり日本のチームが活躍するととても嬉しいですね。きっと試合が始まると応援したくなってテレビを見ると思います。まずは日本が決勝トーナメントに進んでほしいなって思います。ここは何だろう？すごく立派です。銀行ですね。門が立派だったんですが、中は普通の建物でした。たくさん歩いて少し暑くなってきました。でも今日の気温は25度くらいでとても過ごしやすいです。実はもう梅雨の季節に入っています。でも雨が必ず毎日降るというわけではないんですよね。右側に面白いお店が出てきました。侍が恋するパン屋って書いています。名前がユニークですね。どんなパンが売っているんでしょう。左側の建物に丸いものがぶら下がっていますね。わかりますか？この丸い黒い玉のようなもの。これを杉玉と呼びます。これはお酒屋さんでそのシーズンの新しいお酒ができたことを表すものです。ということは、ここはお酒屋さんですね。そう、私はここに行きたかったんです。ここは江戸時代にお酒屋さんをやりながら宿もやっていた場所です。国の重要文化財に指定されています。中に入ってみましょう。こんにちは。はい。今日ってやってますか？はい。お一人ですか？はい、一人です。はい。簡単にガイドできますし、はい。スマホがお持ちでしたら QR コードをあちらこに貼ってますんで、それを読み込んでもらえば説明も出ます。どちらでも構いませんけども。じゃあガイドしていただいてもいいですか？はい、わかりました。はい。じゃあこれボランティアの方がとても丁寧にガイドをしてくれました。本当に盛り上がって1時間くらい話をしました。
この家は石井家と言います。石井さんの家ですね。地方のリーダーたちがこの石井家に泊まるときに使われた部屋を紹介します。この石井家は普通の侍が泊まる宿ではなく、リーダー級の身分が高い人が泊まる場所です。庭も綺麗ですね。この狭い通路を通ってみましょう。部屋がたくさんありますね。こっちは入り口ですね。大きな門があります。ここを通れるのはその身分が高い人だけだったそうです。家来たちは別の扉を使わなければいけなかったそうです。今じゃあまり考えられないですよね。この前にある看板は誰が利用しているかを示すためのものだそうです。誰が泊まっています。誰が休憩しています。というのを書いて門にかけていたそうです。こっちには地図がありますね。例えば、九州からこの矢影まで来るコースはこんな感じです。江戸まではまだまだ先が長いです。では、実際に身分が高い人が寝ていた部屋を紹介します。この一番奥です。わあ、かっこいいですね。ドラマの中みたい。皆さん、この襖の上の木の模様に注目してください。細かい模様が彫られていて、光が差し込んできます。昔は寝ている間に敵に襲われないように、この部屋で家来が明かりをつけて大きな声で本を読んでいたそうです。敵はその光と音に気づくと襲うのをやめていたそうです。夜中に大きな声で本を読まれたら、殿様も寝られないですよね。本当に大変だったんだろうなと思います。次は靴を履いて外の方に向かいます。このドアの向こうにはキッチンがあります。お客さん用のキッチンと自分たち用のキッチンを分けていたみたいです。こっちが自分たち用のキッチンですね。これはレプリカです。では建物の外に出ます。こっちにはお酒を作るための米蔵があります。お米の倉庫ですね。お酒を作るにはたくさんの米が必要です。もちろん今は使われていないので何も入っていません。天井がとても高いですね。そして隣の部屋はなんだろう、こっちも倉庫かな。広いですね。こっちはお酒を作っていた場所ですね。いろいろな展示があります。広い。全部木で作られていて、とても雰囲気がありますね。こっちにはたくさんパネルがありますね。いろいろな説明を読むことができます。前に見えるのはお風呂です。なんと当時はお風呂までわざわざ運んでいたそうです。ここにお湯を入れて殿様はお風呂に入っていたそうです。ガイドさんに詳しく理由とかも説明してもらったんですが、動画で話すと長くなるので省略します。
気になる人はね、コメントで聞いてください。そしてこっちにはゲストが食べていた食事が展示されています。お米と野菜と魚とスープ。バランスが取れた食事ですね。もう少し探検してみましょう。この施設は平日は本当に人が少ないです。もしゆっくり写真を撮りたいとか、説明を聞きたいという人がいたら平日がおすすめですね。こっちには庭があります。庭に出てみましょう。この白い石の上を歩いた方がいいのかな。でもこの白い石すごく狭いんですよね。なんか他のところ歩きたくなっちゃいます。こっちには裏口かな？門があります。この門の前に紐でつながれた重しがあります。これがついていることで開けた時に勝手に閉じてくれるんですね。とても便利です。ここのスタッフの方に SNS に載せたいんですということを相談したら、どうぞどうぞお願いしますと言ってくれました。海外の方もよく来るみたいなんですが、英語の通訳が難しいんだよねと言っていました。だからもし海外から来たい人は事前にいろいろな情報を調べておいたり、スマホの翻訳アプリを使ったりするとわかりやすいと思います。左側に見える丸いものはお米を炊く釜ですね。お酒を作るにはたくさんのお米を蒸す必要があります。こんなに大きいとお米を取り出すのも大変そうですよね。取り出している時に中に落ちてしまいそうです。綺麗。それでは次の場所に移動しましょう。さっきよりも雲が減って青い空が見えてきました。いいですね。では、これからさっき見かけたカフェに戻りたいと思います。何か食べたり飲んだりしたいです。そういえば、この前とても嬉しいコメントをもらいました。よしえさんが紹介した場所に今度の日本旅行で行きますというコメントでした。そういう報告本当に嬉しいですね。その方が日本に来るときに天気が良かったらいいなって心から願っています。いつも皆さんコメントありがとうございます。はい、カフェに着きました。このカフェでしたね。入ってみましょう。はい、注文したものが届きました。ここはお団子が人気みたいで、いろんな味のお団子を食べました。美味しかったです。はい、お団子を食べ終わりました。お団子5つだったんですけど、結構大きくてお腹がいっぱいになりました。あそこに行くといろんな味のお団子を一つずつ注文できるのでいいですね。さっきから結構車がたくさん通ります。ここは観光地なんですけど、住宅街と本当に近いんですね。だから普通に人が暮らしているので車が多いんだと思います。ちょっと右に曲がってモダンな建物が多い場所ですね。確かこっちに道の駅があったはず。道の駅って知っていますか？電車の駅ではなくて、道路にある駅のような役割をするものです。みんな道の駅によって野菜を買ったり、お土産を買ったりします。この左側にあるのが道の駅ですね。
綺麗、新しそうな建物です。真っ黒でかっこいいですね。この飾りはマンホールかな？矢影塾と書いていますね。宿と書いて塾と読みます。難しいですよね。では、道の駅に入ってみましょう。あ、左側にマスコットキャラクター。なんて書いてるのかな？優しく撫でるとハッピーになれるっぴって書いています。こっちにはトイレ。そしてこっち側にお土産物があるのかな？さっきからこのソファーの柄がすごくおしゃれ。わー、おしゃれ。この道の駅はインテリアにとてもこだわっていますね。そしてここにはお殿様が入るカゴがあります。昔はこれを家来たちが運んでいたんですね。そしてこっちには大きなモニターでなぜか体操が流れています。どうしてだろう。本当にインテリアがおしゃれですね。写真を撮ったらすごく映えそう。お土産物コーナーは奥に少しだけありますね。ちょっと見てみましょう。普通、道の駅ではその地域で採れる野菜とかが売っています。でも、ここは物が多いかな。この帽子すごく派手ですね。あとは、カバンとかぬいぐるみが売っていました。入り口にいた緑の鳥はヤカッピーというそうです。ヤカゲの最初の2文字を取ってヤカッピー。外に出ましょう。あ、ここにはレンタサイクルがあるのかな？でもこれは自転車じゃないですね。多分ペダルを踏んで進む乗り物みたいです。ではちょっと道路の方に出て歩いてみましょう。向こうには川があるので景色が綺麗だといいな。この街は本当に道が綺麗に整備されていますね。車の道も歩行者の道もとても綺麗です。自転車やさっきのペダルを踏む乗り物も乗りやすそうですね。坂が少ないのも自転車には優しいと思います。そういえば昨日この地域に台風が来ていました。そのせいか風はまだ結構強いですね。右側の川は水が多いかな？どうだろう。横断歩道を渡ります。橋から川を見てみましょう。この川はとても幅が広くてきれいそうです。周りを山に囲まれているのもいいですね。信号が変わったので渡りましょう。この川は小田川というそうです。台風の後だから水がかなり濁っていますね。水が茶色いです。多分台風が来ていない時ならもう少し水がきれいだと思います。魚なんて一匹も見えない。残念。では今日の動画はこれでおしまいです。チャンネル登録と高評価、そしてコメントもお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。